今回は中国吉林省長春市へ向かいます。長春市は旧満州国の首都新疆として発展した町で、日本とも非常に深い関わりがあった町です。満州事変後に当時の日本が主導して、現在の中国東北地方を満州族が自治する国、満州国として独立国を建国し、清最後の王朝溥儀を皇帝に掲げ即位させました。日本が関与して発展した旧新疆、現在の長春市の様子を実際に見てみます。おはようございます。本日は2025年の1月20日、今中国の吉林省延吉市にいるんですが、今日同じく吉林省の長春市に、移動します。で、今からこのホテルをチェックアウトしてタクシーで延吉西駅、中国高速鉄道の駅に行って2時間半から3時間ぐらいの移動して、長春市に、向かいますので、で、長春市の滞在の様子も今回1本でこの動画でお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。とりあえず今から移動しましょう。ということでホテルをチェックアウトいたしました。チェックアウトした時にね、なんかホテルの人がお土産くれました。これ全員に配ってんのかな、わかんないけどちょっともらったんですよね。私が泊まってたのはね、こちらの、ヤンビエンインターナショナルホテルっていうホテルなんですけど、こうハングルも書いてあって、朝鮮族が、主体になってるホテルなのかな、朝鮮族の人々かな。開けてみたらね、この朝鮮族冷麺みたいな、はい、なんか冷麺と温麺、あったかいラーメン、はい、これをくれましたすごいね。朝鮮族はmany people town 延弁朝鮮族タウン。朝鮮族タウン yes yeah it's a beautiful city first time yeah First time here. yeah first time yes Only you? yes just one Just for tour or business? sightseeing travel sightseeing yes 정상 가자고. 그래 근데 시선에서 서능식 내려오면 그렇게 하자고. 그래 지금 좀 일찍 가자. 조금 좀 더 기다렸다 가자고. 가야지. 알았다.ということで駅に着きました。こちらがね、延吉西駅と言います。延吉駅と延吉西駅、多分2つあるんですけど、高速鉄道、こっちの西駅からの出発になってましたんで、ここに来ました。今、ホテルからね、乗ってきたタクシーのドライバーのおじさんがめちゃくちゃ英語うまくて、すごい珍しいと思いますよ、中国で。なんか2年間オーストラリアで仕事して、で、1年間日本で住んで、で、基本的には、その人朝鮮族でハングルで喋ると言ってました。で、今いろいろなんか日本語でも会話ができて楽しかったです。それじゃあ駅の中に入りましょう。もうすでに、長春までの切符はトリップドットコムで取ってあります。ここからね、2時間50分ぐらいかな。で、値段は4500円、一等車を取りました。それでは駅に入りました。列車まであと40分ぐらいあるんで、ちょっと適当に時間を潰そうかと思います。駅はこんな感じですね。広いですけど、めちゃくちゃでかいわけでもないかな。コンビニが1軒あるかな。ちょっとなんか買いましょう。飲み物だけ買いました。ペプシコーラ1本5元でした。今から長春に向けて移動するんですけど、長春駅の目の前に長春大和ホテルっていうね、昔の日本が作ったホテルがあるんですよ。で、そちらの今回予約しております。で、2泊する予定なんですよね。今日と明日で、明日長春市をいろいろ行きたいところをね巡って街の滞在を取っていこうかなと思っております。なので今日はとりあえずもう移動で終わっちゃうかもしれないですね。それでは間もなくゲートが開きますので乗ってきます。それでは改札をくぐりました。
今回一等車なので一番前ですね。CRH。你好。おっ。ということで車内に入り込みました。25分発なんですけど、2分早くドアが閉まりました。女士们、先生们，答应乘坐本次列车。为确保您的安全，动车警列车实行全程禁烟令，处以500元以上2000元以下的罚款。同时，依据征信业管理条例，进入个人信用信息系统，处以180天内限制购票的失信处罚。为避免对个人信用造成ということで長春駅着きました。このまま駅の目の前にある、大和ホテルに行きます。長春駅めっちゃでかいな。相当立派な駅ですね。やっぱり大きな街なんだな。ちょうど1ヶ月前ぐらいに長春駅来たんですけど、こんな氷のオブジェみたいのはなかったですね。すごい。あの時はほぼ通過するだけだったんでね、今回はしっかり街を見てみたいと思います。とりあえずホテルに行きましょう。はい、ちょうど駅の目の前ですね。ここか、旧大和ホテルですね。すごい重厚な感じですね。すごいな、実際に大和ホテル泊まれるって興奮しますね。まあリニューアルはされてるとは思うけど、こんな感じです。すごい、かなり重厚感あるわ。はい、とりあえずまずチェックインしましょうか。はい、チェックインはね、こっちのビルでした。間違えてました。建物自体はこっちがね、大和ホテルで使ってた方だと思うんですけど、なんか変わってるんですね。こっちもかなり重厚な感じですね。すごい。いやー。ということでチェックインの方完了しました。今から部屋に行きます。楽しみですね。まあ、中は普通の中国のなんかローカルホテルっぽい感じはするけど、歴史がすごいですからね。はい、今回はちょっと映ってるかな、6609という部屋ですね。ということで部屋に入りました。こんな感じです。割と普通かな。うん。広いですね。本当はね、最上級のなんかスイートみたいに泊まろうかと思ったんですけど、ちょっと高すぎたんだよね。一泊5万ぐらいだったんで、それがなんか貴賓室みたいな、天皇とか泊まるような感じの部屋もあったんですけど、ちょっとすいません。予算の都合上。それでもまあ、一番安い部屋ではないですけど、こんな感じですね。でも多分、この部屋はね、
なんだろう、新しくしてると思うんだよね。改修されてると思うんですけど。まあでもヤマトホテルには間違いないんで、こんな感じですね。初めて泊まりますね。以前に大連に行った時はね、改修中で入ることすらできなかったんですけども、新陽は行けたんだったかな。泊まれはしなかったけど、実際にこのヤマトホテル系で泊まるのは今回が初めてなんで、あとね、タバコ吸えます。はい。喫煙ができるホテルですね。はい。お水も2本あって、あとは、広いですね。洗面台、トイレ分かれておりまして、シャワーですね。バスタブはないんですけど、めちゃ広いです。はい、全然文句ないですね。ということで、部屋のね、中はこんな感じでした。とりあえずこのホテルね、めちゃくちゃ歴史的に重要なね、価値のあるホテルなんで、ちょっとまず、いろんなとこも見てみましょうか。おそらくね、今私がいるこの塔の方は、新しくね、新しいって言ってもそんなに新しくはないと思うけど、作られてる方なんで、最初間違えてチェックインに行ったあっちの古い方が、すごい価値のある建物なんだと思います。ちょっといろいろ含めて見てみましょう。こちらの塔のエレベーターは上海三菱でしたね。一応ここラウンジみたいになってて、宿泊者はなんかこういった軽食が食べれるみたいですね。すごい綺麗ですね。味があるような感じ。それで今ティータイムのラウンジに来ました。おそらくね、部屋のランクによってあるのかな、全員なのかちょっとわかんないですけど、私一応もらったんですよね、このラウンジチケットみたいな2日間入れる券を。で今なんかちょっとしたケーキとお茶をもらいました。ちょっと休憩しましょう。Thank you. 普通のカステラですね。自分が宿泊してるのはこちらの建物なんですけど、目の前に銚子駅があって、こちらが旧大和ホテルの、建物がそのまま残ってるという感じです。今ちょっとこちらを見てみます。本当に駅の目の前ですね。すごい迫力がありますね。大和旅館って書いてありますね。入り口とかもすごい重厚感です。重要文化財ですね。今このホテルの説明がね、中国語で書かれてるんで翻訳して読んでみたんですけど、このホテルは旧満州鉄道の、が直営するホテルで、初期には長州の満州鉄道関連地域最大の投資ですね、お金をかけて最高水準のホテルとして、作られたと。で日本人の建築家の市田菊次郎さんがヨーロッパとアメリカの建築技法をね影響を受けた、建築家の人が作ったホテルと、デザインというか設計したホテルとなってますね。はい、すごいね。日本の軍人さんとか、政治家、著名人、あと満州国の、そういう高級官僚たちがここで集まっていろいろ会議したりとか、した場所ということで、かなり歴史的価値のあるホテルですね。さっき間違えて入ったんですけど、もう一回ちゃんと見てみます。入り口にこんな掲示物があるんですけど、日本語で書いてありますね。これ読めますね。魏満州国時代大和ホテル、1909年に、建てられたウィーンセッション風の建物である。当ホテルは、満鉄が直で営業していたものであるみたいな感じですね。宿泊者は
まあ財界の人とか有名な人が多かったってことですかね。今は吉林省の高位のホテルとして国内外によく知られていると書いてあります。ここがレセプションのロビーですね。シャンデリアもすごい。これはでも昔のままなのかな。違うよね、きっとね。 LED になってるから違いますね。ちょっと上がってみましょう。このステンドグラス、もう100年以上の前の当時のままみたいですね。そういう風に書いてありますね。すごいね、日本って。当時の日本の方がなんかおしゃれな気がするな、建物とか。昔の人たちの方が。すごいな。うわ、すごいね。これの作りすごいわ。多分これ当時の鏡ですね。そのまま残ってんだ。こちらにですね、このホテルに泊まった有名な人たちの写真とか展示があるんですけど、明日ね、博物館に行こうと思ってるんですけど、旧満州国の、ラストエンペラーとも言われている、旧清のね、王朝だった溥儀さんですね。満州国初代の、初代でラストエンペラーになるんですけど、溥儀の写真があります。他にもいろいろありますね。これ中国のあれかな、有名な人なんですかね。この写真見ると本当に外のね、1階の入り口変わってないですね。これ英語で書いてあるね。大和ホテルって。当時はアルファベットでこう書いてあったんだ。すごい、天井がめっちゃ高いですね。今スタッフさんに聞いて、ここ入っていいか聞いたらいいよっていうことで撮らせてもらってます。会議室みたいなとこですね。ちょっと暗いけど。こっちの塔に泊まりたかったな。絶対こっちの方がいいですよね。実際にもう今掃除してる人がいるってことは、ちゃんと部屋としてね使われてるんですよね。エレベーターはないんだね。さすがないよね。やっぱりスイートルームとか泊まればよかったかな。超 VIP が泊まる部屋とか絶対あると思うんですけど、さすがにそこは見れないですね。この階段のこの作りとか、すごいな。来る価値はありますね。多分この手すりとかこの辺の鉄格子みたいなやつ、そのままだと思いますね。かなり年季が入ってる。それで今マックに入ったんですけど、他のお客さんなんか全員食べてないんですけどただ座ってるだけ、何も買わずに。そんなことあるのコーヒーとかも飲んでる人いないんだけど。それでホテルの近くにマックがあったんで、今日晩飯マックにしようと思います。っていうかね、もうちょっと中華料理飽きてきてる。今1週間中国にいるんだけど、で最近もう1ヶ月ぐらい食ってないんじゃないかな。タイでもね3週間いたけど食べなかったんで、ちょっと久しぶりにマックが食べたくなりました。で今なんか旧正月バリューセットみたいなのやってて、このなんかエビバーガーうまそうですよね。ちょっと頼んでみます。ということで注文した商品来ました。やっぱり誰も食べてないわ。何も買わずに着席して、多分 Wi-Fi でなんかやってるのか休憩してるだけっぽいな。ちょっと俺一人だけ食ってるからなんかすごい視線を感じるんですけど。で今これ頼んだエビバーガーですが、なんか中国っぽいですよね。めちゃくちゃ入れ物が。こんなの今まで見たことなかったな。とこれがベーコン、レタストマトダブルビーフバーガー単品で追加しました。でポテトはクリスピータイプにして、あとフライドチキン1個、追加しました。でゼロコーラですね。こんな感じですね。これじゃあいただきます。
めっちゃ見てきますおじさんがずっと俺をガン見してるんですけど、中国の旧正月エビバーガーいただきます。普通のエビバーガーです。この中国マックのこのクリスピーポテトがすごい好きです。日本でもやってほしいね。チキンも結構でかいわ。とりあえず今日はこんな感じで、一日終わりです。明日一日最後ありますんで、その時に、長州のね、街をいろいろ見ていきたいと思います。ちょっともうね、疲労が結構溜まっておりまして、もう今日は早く寝ようと思います。それでは、おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。今から朝ごはん食べます。大和ホテルの朝ごはん、楽しみですね。会場は2階です。朝食会場、こんな感じです。食べ物はいっぱいありますね。メインはやっぱ東北料理なんかな、満州族料理なのかな。まあでも中華料理系ですよね。会場もすごい広いです。おかずは本当に何でもありますね。ということで朝ごはんこんな感じで持ってきました。野菜メニューがいっぱいあって嬉しいです。でチャーハンとサンラータンもありました。であと蒸しパンとか揚げパンとか、はい、お茶もいっぱい種類がありました。それじゃいただきます。スープめっちゃ美味しい。はい、いただきます。うまいですね。鉛筆滞在中にもね何度か食べたんですけど、このなんか春雨とセロリの炒め物がなんか中国の東北料理のなんか代表的な庶民料理らしくて、ここにもありましたね。これうまいです本当に。あんま日本の中華料理屋で見たことないですけどね、セロリと春雨。はい、とりあえず朝ごはん食べて、その後出かけます。それではね、今日一日時間ありますんで、今から長春の街をねいろいろ見ていこうと思います。で一番最初に行くところが、今回一番来たかった義満工具博物館というね、満州国時代の、博物館があるんですよ。でこれが、この旧満州国エリアで最大の博物館になります。それが長春にあるんですよね。でそれを今から行きます。ちょうどこちらの大和ホテルの目の前に、地下鉄の入り口がありますので、今から地下鉄でその目の前の駅まで行きます。ホテルを出てほんと目の前なんで行動しやすいですね。長春の地下鉄はちょっと変わってまして、軌道交通っていうんですよね。でこれはなんて言ったらいいんだろうな、路面電車みたいな車両で地下鉄走ってるんですよ。それをちょっとね体験したいっていうのもあって、タクシーで行かずちょっと地下鉄で行ってみます。こちらの軌道交通3号線に乗ります。はい、片道2元です。はい、今から3号線に乗るんですけど、3号線の終点駅が、2駅だけなんですけど、
博物館の駅なんですよね。こちらが軌道交通のホームです、ね、明らかに低いですよね。線路幅は標準機かもしれないですけど、この何もないですからね、ホームドアも。で、あと高さが、ホームの高さがやっぱ路面電車仕様っていうか珍しいですよね。すごい路面電車の地下鉄ってなんか違和感ありますね。面白い。牧人广告专业品牌设计。通往场到了，开行进方向左侧车门，请带好随身物品，准备下车。We are arriving at 中广场. Doors will open on the left. Please get ready. それでは欺瞞皇宮駅着きました。あ、入れるんだ。こちらの D の出口から出ると目の前が博物館のはずです。駅の外はこんな感じでかっこいいですね。欺瞞皇宮駅ということで、分かりやすいと思います。ちょっとどっちが入り口か分かんないんで、とりあえず歩いて探します。右側のね、この塀の奥が博物館なのは間違いないですけど、こちらで合ってましたね。はい、博物館入り口って書いてあります。すごい広いみたいなんで、まともに見たら1日かかるらしいですね。基本的にさっと見ても半日かかると言われてます。めちゃくちゃ広いですね。まだチケット売り場にすらたどり着かない。それではようやく入り口にたどり着きました。ここでチケットを買って、中に入る感じですね。横にはお土産屋さんと、あとね、満足料理っていうかもうほぼ朝鮮料理なんですけど、そのお店もレストランもあったりして、なんかこの宮廷料理みたいなのが食べれるみたいなんで、ちょっと後見てみましょうか。一応ね、こんな感じで全体図が書いてあって、すごい広いんですけど、さすがね、旧満州だったということで、まあ、首都ですからね、満州国の。全部にね、日本語が書いてあるんですよ。はい、こういう感じで。案内も日本語書いてあるし、一つ一つのところにもですね、日本語が振られております。なんで、すごい観光しやすいと思います。こちらの欺瞞皇宮博物院は中国の、政府の中の、5A ですね。前回の長白山、ペクトゥ山と同じく、最大レベルの重要、観光地ということで指定されて整備がされております。いろいろね、見どころすごい多いんですけど、まあ自分が一番見たいなと思ってるのは溥儀の、部屋ですね。溥儀というラストエンペラーがいるんですけども、旧清のね、皇帝だった人ですの部屋とか、あと日本憲兵室とかもあるんですよね。日本軍の憲兵の部屋とかいろいろあるみたいです。ちょっと見ていきましょう。チケット売り場はここでした。観光サービスセンターって日本語でも書いてありますね。すごい綺麗な、チケット売り場です。日本語も書いてある。マジで楽だわ。全部日本語だ。ということで今チケット買いました。パスポート必ず必要です。で、料金、大人1人外国人は70元でした。なぜかね、WeChat Pay 使えなかったんで、アリペイで払いました。現金でもクレジットカードでも払えます。アメックスもね、GCB も使えるというふうに表示はしてありました。実際使えるかわかんないけど、自分はアリペイで払いました。それでは満州国の歴史が詰まりに詰まった欺瞞皇宮博物院入ります。ここに来るのがね、夢でした。とにかく広いのでウォーキングには最適かと思います。相当歩くと思いますよ。
こちらが改札です。にはお。それでは入場しました。雰囲気がすごいね。基本的には日本がね当時作った、満州国時代に、作った建物がねほぼほぼ残ってるっていうのがすごいですよね。戦争でくしゃくしゃになってないっていうのが、この辺も全部そうですよ。今パンフレット見ながら歩いてるんですけど、これが道徳殿っていう場所みたいです。こちらですね。1935年に建てられて38年に完成した地下3階、地上3階地下1階、政務娯楽、住居の機能を一体化させた建物で、日本の古代建築によく見られる、部材を採用しているみたいなことが書いてあります。おー、すごいね。匂いもなんかすごい。うわ、やばいやばいやばい、すげえこれ。当時のままですよ、これ。天井すごいな、これ。すごいですね。金ピカ。当時のね、日本の資材、あと財産をね、かなり朝鮮半島と満州国に投入してましたからね。日本人のね、財産で作ったようなもんですよね。すごいな。これはあれじゃないかな。超偉い人が座る椅子かな。参宮室とも言われ、溥儀が執務した部屋だそうです。他にも多分あると思いますけどね。溥儀が、この部屋にいて、でお礼に来る、地位の高い人たちですね、皇族の人とか外国の要人とかとここで面会する、部屋みたいですね。すげえ。確かね、この階段を上がったところがなんか中国の SNS でバズってる映えスポットなんですよね。みんなそこで写真を撮るみたいな。ただの階段ですらもうなんか映画のセットみたいですね。これ全部そのままですよ、当時の。ちょっとなんか金箔みたいなの剥げてきてるけど、触っちゃう人多分いるんだよね。このままでいいのかなって感じがしますけど、これも全部当時のままですよ。本当だ、時間足りないかも。ちょっと自分こういうのマニアなんですごい興奮します。すごい。先ほど下にあった部屋は公式に溥儀さんと会う部屋で、これは非公式で溥儀さんに会う時に使われてた部屋って書いてありますね。溥儀の客間というみたいです。やばい、これちょっとこの中にはさすがに入れないんだ。入りたいな。こちらは来客用の客間だそうです。もうすごいね、老舗高級ホテルみたいな。すげえ。先ほどの仕事部屋の横の部屋なんですけど、ここで式典とかやるときに使ってた部屋みたいです。はい、新年の挨拶とかそういう時に使ってたみたいですね。で、あそこの中央の椅子で溥儀さんが座ると。それで今外に出てみました。これ防空壕で皇族の人とかがね実際に使ってた空襲があった時に使ってた防空壕みたいです。実際に溥儀が空襲にあった時とかにこちらに何度か、逃げ込んでるみたいです。これすごくないですか。アマテラス大神防空壕、防空洞かな。日本神話で一番偉い神様ですよね。アマテラス大神をこちらの満州国に、建国神社をね作った時に、作られたアマテラス大神を祀る防空壕。そんなのがね満州にあるのすごいよね。この地下には入れないみたいですけど、あとこの辺ちょっと壊されちゃってる感じがしますね。
この入り口がスロープになってる感じ、これがなんか昔のね日本のなんか作り方みたいな感じが僕は感じますね。なんか駅とかホテルとか、大和ホテルも確かこんな感じ、こういうのが多分流行りだったのかおしゃれだったんですよね、きっとね。次はこの金民楼という建物に入ります。実際に溥儀が政務を行った場所ということですね。溥儀さんの仕事部屋があるっていうことみたいなんで、ちょっと行きましょう。これが実際に溥儀が仕事してた部屋なんだ。本物ですからね、その当時のままですからね、この椅子とかすごいです。こんな感じで中庭みたいな吹き抜けになってるんですね。この部屋は溥儀さんに、挨拶とか用事があってくる人たちの控え室、休憩室だそうです。まあこの中はその満州国の歴史資料館みたいなところですね。すべてにおいて日本語が書いてあるし、振り仮名として振ってあるので見やすいですね。こういう文章をね、しっかり読むと、まあ歴史をね、紹介してるだけのところもあるんですけど、やはりこちら中国なんで、日本がどんだけ悪いんだっていうことも結構メインに書いてあったりする展示物もあります。一応ね、今の中国から、見たらこの溥儀に関してはね、裏切り者なんですよね。もともと血筋としては、秦の、皇帝のね、血を継いでるのに、日本が操って傀儡政権として作った、満州国っていう立ち位置なんで、中国から見ればね、そっち側に、日本側に、行ったっていうことで、裏切り者扱いになってます。はい。ただ、溥儀はその日本の操りとかそういうふうに、まあ言い方もできるんですけど、方向性としては、中国のね、その共産党には反対しているというか、民主的な方を選ぶ方が幸せになれるという方向性で動いているたのも、事実みたいなんですけど、それは、そういうことは書かれておりません。実際に溥儀は2回日本に来て、当時の天皇陛下と会ってますよね。確か列車で来たはずです。途中ね、海を渡ってますけど、こんな感じで一緒に参拝してますね。今この文章を Google 翻訳で見ましたけど、1940年7月15日、これ7月15日私の誕生日なんですけど、溥儀が満州国の建国を、発表した日で、その国の神様としてアマテラス大神を祀ったというふうに書いてあると思います。なんで満州国の神様は日本の神様なんですよね。そういうのも結構すごいなと思いますよね。まあこの辺りの展示はその戦争のことがメインなんで、日本はねの侵略戦争に、溥儀は、支持をしていると、とんでもないやつだみたいなことが書いてある、ようです。最後に日本が戦争に負けた後は満州国を解体して自分は退位して中国人に戻ったと、まともになったみたいなことで締めてますけど、まあこの辺私も深掘りねしてないんでちょっとよく分かってないんですけど、いろいろなんかね裏話があるみたいなんですが、まあ、そこはちょっと今回は話さないですけど、まあこういうところに来るといろいろ見れるものがね感慨深いものが多くてすごい有意義だなと思いました。それでこれがね日本の当時のお金なんですけど、満州国でもね日本の通貨そのまま使えたみたいなんですよね。で満州国の通貨もまあ基本日本のお金
なんか違うのもあるみたいなんですが、ちょっと詳しくわかんないですけど、すごいですよね。日本円がそのまま使える外国だったと。それで自分が気になってたこのファイブルームズっていうやつ、五艦房でいいのかな、ちょっと読み方間違ってたらすいませんけど、これは当時の日本軍の関東軍の憲兵隊の、人たちが使ってた部屋、日本人憲兵が、3から5人、駐屯していたということで、この不義を監視する人たちですよね。変なことしないかとか、その、周りをこう監視する人たちが設置されてた、部屋ということで、でも今これ喫茶店みたいになってるんですよね。ちょっと入ってみましょう。中はこんな感じで全部お店に変わっちゃってますね。多分天井とかこういうのはそのままなんだと思うけど、その部屋はもうなくしちゃったんだ。とりあえずギーマン工具博物館、こんな感じでした。かなり見どころあると思います。ざっとね急いでみましたけど2時間ぐらいかかりました。ほぼほぼ主要なところはねお見せしたかなとは思いますけど、あと細かななんか、ものっていうのも展示物とかもあったりするんですけど、ちょっとその辺は省略しましたけど、すごい良かったですね。来る価値めっちゃあると思う。それでは今からねこの博物院を出発して違う場所に行きます。次はですね、この博物院から歩いて20分ぐらいの場所に昔の日本が作った銭湯があるんだよね。こっちで言うと浴場って書いてあるんですけど、公衆銭湯みたいな、昔ながらの日本にあるような、それがまだ残って営業してるっぽいんですよね。ちょっとそれを見に行きたいと思います。ありました、公人浴池と書いてあるこの建物です。これね日本時代からのやつだと思います。すごいね。先ほどの博物院からね歩いて20分ぐらいで市場とかを通ってきました。こんなところにねこういう銭湯があるっていうのもなんかすごいですよね。銭湯が大体中国にあるんだと思ってね、それも驚いたんですけど、そういう文化がやっぱ日本から来てるんですかね。いわゆる日本にある銭湯みたいな感じのところなんですけど、実際にまだ営業してるんですね。当時日本から、来た人たちとかがこの満州で作った公人、いわゆる働いてる人たちですよね。その人たちのお風呂入るところだったみたいです。ちょっとね壁の色がグレーになってますけど、写真見ると青色だったんですよね。若干まだこういうところが青くなってるから塗り替えたんでしょうね。ちょっと中入ってみますか。男湯と女湯で分かれてて、ここで靴を脱いで入っていくみたいですね。ちょっと今日はもう水着とか持ってきてないんで、多分水着じゃないと入れないですよね。この奥で多分お風呂があるんだと思います。ただそれだけの施設なんですけど、ちょっとこれは見たかったんですよ。この中の作りとか全部ほとんどね前のものだと思いますよ。とりあえず博物館からね近かったんで、ちょっとこれ見に来たっていう感じで立ち寄ってみました。でまだまだねちょっと行きたいとこあるんですけど、もう今すでにお昼近い時間です。で今からね昼飯をちょっと食おうと思ってるんですが、こちらの長春にもね北朝鮮国営レストランがあるんですよ。これは行くしかないなと思ったんででお昼もやってるってさっき確認できたんでね、今から北朝鮮国営レストランで昼を食べに行きましょう。すごいこの辺あれだ、なんか問屋さん街みたいなお店がいっぱいありますね。すごいなんか不思議な感じ、生活感ありますね。すごい活気がありますね。もうすぐ旧正月だからいろいろ買い出ししてるんでしょうね。すごいもう物に溢れてる。全然やっぱ鉛筆とは違いますね。こっちの方がチャイナ色が強いですね。ちょっと気になったんでなんか中入ってみますわ。ここもなんかすごいことになってる。もう雑貨だらけ。結構アニメグッズとかもたくさん売ってるんだ。
すごいな。さっきポケモンショップみたいなのもありましたからね。すごい、こんななんか怪しいね、マーケットみたいな場所に無印入ってるわ。すげえな、無印。それでは今から北朝鮮レストラン行きます。軌道交通3号線で、乗ってそこから歩きですね。すごい、今歩いてる途中で目の前に長春大橋があります。すごい立派な橋ですね。ちょっとこの角度だと見えづらいけど、長春大橋の、すぐそばに、東広場駅っていうのがありますね。地下鉄の長春はあれだな、クラクションすごい鳴らす人多いですね。あとちょっとやっぱマナーも良くないかもしれない。こちらの今から駅から乗ってきます。なんか雰囲気は都電みたいな感じですよね。あとヨーロッパのなんか街にいっぱい走ってるトラムみたいな。こんな感じで地上を走ったり、あと普通に路面電車みたいにね、軌道っていうか道路を走る区間もあるみたいなんですね。ちょっとそれ見てみたいですよね。ちょっと時間があればわざわざその区間行ってみたいと思いますが、もしかしたら行かないかもしれないけど、あと皆さんね、車内でスマホ爆音で音楽とかゲームとか動画見ながら過ごしてるんで超うるさいです。それではここから10分ぐらい歩いた場所に、北朝鮮国営レストランがあるはずなんで行きます。この辺りはやっぱりちょっと朝鮮食が強いのかな。なんかお店の名前が金剛山とか、そのキムチのお店とか金剛山って北朝鮮の山ですよね。なんでそういうの増えてきましたね。ありましたね。これが北朝鮮国営レストランみたいです。行きましょう。なんか中華っぽいたたずまいですけど、まあでもハングル書いてあるね。すごい、今まで来た北朝鮮レストランの中で一番豪華かもしれない。チマチョゴリも切れるみたい。はい、それではお店入りました。めちゃくちゃ綺麗ですね。広いです。今ランチで入ったからな、夜だと多分なんかショーがあるみたいなんですけど、ちょっといろいろ見ていきましょうか。サムゲタン、まあ焼肉系ですよね。いろいろちょっと中華っぽいのも混ざってるのかな。まあキンパとかスンデとかアーミーホットボットですね英語で書いてあるんだプデチゲ、チヂミとかビビンバとか、ちゃんとね絵が書いてあるのがいいですね。そう、ただねハングルの記載はないですね。英語と漢字、珍しい気がするな。はい、今食事をオーダーしました。今までで1回もなかったかな、この QR で注文するシステム。一応メニュー表は見せてくれたんですけど、自分で頼むスタイルで今までね北朝鮮レストラン行ってもこんなシステムは今まで味わったことないんで、この長春の店は進んでるかもしれないですね。あとスタッフさんもその撮影してて怒ったりはしてこないですね。結構愛想がいいです。何かね飲み物を頼むように言われたんですよね。いらなかったんですけど、このお茶は無料で来るんですけど、無料じゃないかもしれないな。前なんか無料じゃない時あったな。これも料金に含まれてるかもしれない。でドリンクどうするんだって言うから飲めそうなのがコーラしかなかったんでコーラ選んだんですけど、その後今この茹でた落花生とお茶が来たんですけど、これ結構北朝鮮レストランあるあるなんですよね。だいたい豆とお茶来るんですけど、これ有料だったりするな。ちょっと最後まで分かんないな。で
QR で払ったんで、これでね注文したんで、これで決済なんでアリペイで多分引かれると思うんですけど、結構頼みました。平壌冷麺とキンパと、あと、平壌式ユッケと、あと何だったっけな、あ、そう北朝鮮産のアワビの焼いたやつ、はい、それを頼みました。結構贅沢しました。すごいすごいしっかりとしたお手拭きですね。これももしかして有料かもしれないすごい。じゃあ、はい、コーラいただきます。一応ね、ビールはね、テドンガンビールとかありましたよ。ただ、もう前飲んだし、いいかなと思ってコーラにします。キンキンに冷えてるわ。すごい。茹でた落花生。これうまいよね。この茹でた落花生うまいですよね。なんか千葉の名物な気がするけど。北朝鮮もこうやって食べるんだ。あ、すごい塩味効いててうまい。あとですね、このお店は店内で喫煙ができます。はい。すごいね。これも今までなかったね。一番今まで行ってよかったのはモスクワの北朝鮮レストランですけど、規模とあとスタッフのフレンドリーさ、これ塗り替えましたね。長春の方がいいかもしれない。今ユッケ来たんですけど、混ぜるかって言われたから混ぜるように頼んだんですけど、ここでやってくれるかと思ったらなんかまた厨房に戻ってって向こうで混ぜてくるみたいですね。こうぐちゃぐちゃに混ぜる瞬間撮りたかったんですけど、すごい乱暴に置かれました。はい、これが北朝鮮式のユッケですね。韓国式とちょっと違うんですよね。具体的にはよく分かってないけど、ただすごい量だな。これで30元ぐらいだったかな。ちょっと生肉は心配な部分があるんですけど、特に中国ではでも食べます。うまそう。いただきます。美味しいですけど肉が凍ってますね。味付けはいいですけど量が多いです。はい、あとはアワビですね。1個しかないんだ。写真だと4つ載ってたんだけど、1個でじゃあ30元ってことか。600円ぐらい。それじゃあアワビを贅沢に丸ごと一口でいきたいと思います。北朝鮮産のアワビ。美味しい。で、あとこちらが平壌冷麺です。本当あったかいもの食べたかったんですけど、絵的に平壌冷麺の方がいいのかなと思ってこれにしました。ここは混ぜてくれないですね。自分でやるのかな。酢とかからしもないです。はい、提供速度がめちゃくちゃ早いですね。キンパも来ました。これ一応北朝鮮スタイルなんですけど、前はねもうちょっとなんか海苔の巻き方みたいなこだわった形のやつをだった記憶があるんですけど、これ普通な感じですね。はい、量がすごいです。あとなんかわさび醤油が渡されました。それじゃあキンパもいただきます。キンパ美味しいわ。キンパかなり美味しい。作りたてですね。まだご飯があったかいです。これ作り置きじゃないんだ。多分急いで作ったんだと思います。うまっ。じゃあ平壌冷麺、まずはスープ。超さっぱり、超薄味ですね。ちょっと
あれだな、ハサミとかないのかな。なんかね、聞いたことあるんだよね。平壌特に、はい、ハサミとかないですね。こう麺を切る。でもなんかね、北朝鮮式というか、なんか文化みたいになって、こう冷麺の麺を切ったりするのは子供までで、大人は切らずにこう食べるのが大人は切らずに食べるのがいいみたいな話を聞いたことがあります。韓国の人は結構切ると思うんですけど、なんで北朝鮮はあんま切らないのかもしれないですね。すごいな、でも麺が。やっぱり平壌冷麺はうまいですね。ただちょっと今食べるのは寒すぎると思うんで、夏に食べたいですね。本当はキムチスープとか今頼みたいんですけど、ちょっと全部食べきれないしはい、味はめちゃくちゃうまいです。それでは食べ終わりましたんで、お会計して出ます。それでは今お会計して出てきました。アリペイで払いました。でこのレシートを見る限りね、やっぱりこのさっきのおしぼりとかが取られてるね。3元、お茶は取られてないかな。あと落花生はで全部で合計で127元だったんで、3000円いかないぐらい、2500、600円かな。はいでした。安くはないですね。この一般的な料理に比べると。一応上がねホテルになってるみたいなんですけど、今は営業してないみたいです。レストランだけって感じですね。はい、これが北朝鮮国営レストラン、でした。長春のね。で働いてる人は朝鮮族の人と、あとなんか北朝鮮の、留学生、中国に留学してるの若い女の子が働いてるっていう話を聞きましたけど、スタッフに直接聞いたわけじゃなくて知り合いから聞きました。はい、ちょっと基本的に言葉はね中国語だったですね。一応アニョハシムニカと、カムサムニダは通じましたけどこっちが頑張ってねハングルを言っても反応はされなかったです。はい、以上です。それで今からですね、旧満州国の元国会議事堂だった場所があるんですよ。義満州国務院っていうところがあるんですけど、そこを見に行こうかなと思います。いわゆるね日本でいう国会議事堂ですね。それはもう今使われてはないんですけど、政府としての機能はね、ただ日本の国会議事堂に形が非常に似てるということで、同じ設計者が、作ってるんですよね。大連にある上野駅みたいな感じそういうニュアンスでちょっとそういうまだ歴史的なものが残ってるんで見に行きたいと思います。それでは到着しました。こんな感じ。これはただの氷のオブジェですけど、これはこれですごいですね。この辺政府機関が集中しているエリアで、自分が見たかったのはこれです。はい、今からあっちに行きます。これもすごいけどね、これあるの知らなかったんですけど、全部氷で作ってる。これもなかなかすごいですね。なんか共産圏の国って氷のアートとか好きですよね。なんかロシア今あれかもしれないけど、前サハリンとか行った時もすごいこういうのあったもんな。モスクワでもなんか氷のやつ見た気がする。それでこちらが旧国務院ですね。満州国の。入れるんかな。なんか今ね、吉林大学の医学部のなんか施設になってるって書いてあったんですけど、残念ながら入れないかもしれないですね、中に。やっぱり書いてあるわ。義満州国国務院、跡地みたいな。ちょっと柵越しでしか見れなかったんですけど、日本の国会議事堂に似てますよね、形が。アップするとこんな感じかな。すごい似てません？ここで昔満州国のね、議会が開かれてた場所ですね。ということで、これ中に入ってね見学するっていうのはちょっとできなさそうですね。できるんかな、ちょっと分かんない。
外観見れればいいかなって感じはするけど、ちょっと中もね、ちょっと見てみたい気持ち多少あるんだけどね、無理っぽいわ。はい、ちょっともう時間もあんまないっていうのもあるんで、はい、とりあえずこんな感じで見に来ました。次はですね、ここから人民広場に行きたいと思います。人民広場に、旧満州時代のね、建物で、日本が関わった建物がいっぱいあるんで、ちょっとそれを見に行きます。長春タワーがあるんですよね。大体私こういうタワーにあんま登らないんですけどね、わざわざ行って。まああれがあるっていうだけしか紹介しませんが、はい、こんな感じです。ということで人民広場に着きました。大連のね、広場と似てますよね。このサークル状の中にいろんな重要な建物があるというところです。それでちょうど目の前に見えてるのが今中国人民銀行っていう銀行なんですけど、こちらがですね、旧満州中央銀行だった場所ですね。はい、これも日本が携わっております。めちゃくちゃ立派ですよ。すごい重厚な感じですね。書いてありますね。義満中央銀行跡地。すごいですね。銀行でこんな立派な建物ってね、まあ中央銀行の本店だった場所だから、すごいお金かけて作ったんでしょうね。扉もすごいですね。多分これは当時のままでしょうね。ちょっと中入ってみましょうか。一応今ね、中に入って見せてもらったんですけど、撮影はダメだということで、写真も動画もダメというふうに言われてしまったんで、ただなんかめちゃくちゃすごかった。天井広くてね、全部大理石で金ピカで、当時のままかな。さっきのね、博物館みたいな感じのシャンデリアとかいっぱいありました。興味のある人は実際自分の目で見に来てください。当時としてもすごいお金をかけて作ったと思いますよ。こんな立派な建物。本当ね、時代の人たちの作るデザインとか建物がかっこよすぎる。それで旧満州中央銀行の横にあるのがこちらの旧満州電信電話株式会社、まあ今でいうNTT みたいな、ところですね。旧電電公社と言われているような、国がやってた電話電信の会社、この満州の会社がここの、だった場所ですね。建物もそのままで、今現在は、銀行になってますね。今現在は中国の通信会社になってるんですけども、この建物自体も昔ね、旧満州国時代のまま、そのままを使っているというところですね。こういうの好きな人はたまらないと思いますけど、ただね、ここも入ることができませんでした。外から見るだけですね。それでこちらが長春市の警察署なんですけど、これ当時のね、満州国の警察庁の建物をそのまま使っているということで、満州国の警察の本部があった場所で使ってるんですよね。このかっこいいね、この建物が。で、色もなんかこのクリーム色っぽい。これ統一してますよね。他の建物もそうだったもんな。とりあえずこんな感じで人民広場を一周歩いてみました。昔の満州中央銀行と、電電公社、電話の会社と、あと警察署が未だに同じような会社でとしてね、内容で使われているというような場所でした。これをちょっと見ときたかったんで、はい、楽しかったです。すいません、もう一箇所ありましたわ。これですね。人民広場から少しそれた場所にも、ね、こういった賑やかな場所があって、でこの辺りもね、旧日本人街があったりとか、日本の建物をそのまま使ってるお店とか、会社があったりするんですよね。ちょっとそこで気になるところに行こうと思います。この通りすごいですね。一気になんか中華街みたいな感じ。反対側もそうなんですよね。人民広場の周りでもこんないきなり一歩入るとこんな感じなんですよね。見えますかね、このね、長春市中心医院って書いてありますよね。この病院が
実はですね、海上ビルといって昔ね、その旧満州時代日本のビルだったんですよね。ただなんか当時よりはなんか綺麗になってますよね。多分改修されてますよね。古いまま残ってるかと思ったけど、一部残ってるのかな。そう、ちょっとこれを見に来たんですよ。はい。もう古さもなんか残ってないですね。建物多分完全に壊して新しくなっちゃってるかもしれないですね。まあちょっとこれはなんかそういうの見れなかったわ。まあこういう時もあるよね。昔ここはこういう風だったみたいな、なんか表示みたいなのもされてないんで、もしかしたら自分のあれが間違ってるかもしれないですね。はいよかったらコメント欄でまた教えてください。知ってる人いたら。ちょっともう寒くて限界です。もう体力ももう朝から動きまくっててもうないです。疲れ果てました。とりあえず今回こんな感じでですね、自分が見たいなと思ってた、長州、旧満州国の、新京の町ですね、首都だった町を見ることができて楽しかったです。旧満州国の首都だった町ですからね、新京という言葉、ね、聞いたことある人多いと思いますけど、現在はもうね長州になってますけど、すごい良かったですよ。はい、ちょっと一旦ホテル戻ります。今からはタクシーで移動します。ということでホテルに戻ってきました。あっという間にですね、もう日が暮れちゃうというか、今夕方4時ぐらいですけど、もうこんな感じで暗いです。まあ今回は吉林省長春市ですね。まあ実際に街を見れたのは1日しかなかったんですが、特に一番良かったのはやっぱり博物院かな、博物館。あそこはすごいと思ったんで、ぜひ皆さんにも行ってもらいたいですね。まああとは街並みも結構綺麗ですし、旧満州国だったエリアの、街とね、ほぼ一緒なんですけど、ちょっとやっぱ中国と違うような感じの雰囲気があったりとかして、吉林省って本当に見どころが多いなって思いました。同じ吉林省でもね、先日までいた塩吉市は朝鮮自治州なんで、また朝鮮族の人たちがいっぱい住んでて、でこちらはね、満州族、満族の人たちがいっぱい住んでるということで、文化も変わってくるし、雰囲気も変わるし、長春市の方がね、都会ですけどね、塩吉市よりは。今から70年以上前はね、深く日本と関与してたエリアで、今は中国になってますけど、そういったなんか歴史的な背景もあって、すごく味わい深い街なので、皆さんもね、中国旅行で選んでみるといいと思います。今回こちらの吉林省の長春市、旧満州国の首都だったね、新京と呼ばれた街を、見てみましたけど、本当に良かったので、はい。ただ寒さだけがね、すごく体力を奪うので、私は今1月に撮影してるんですけどね、2025年の。もうちょっと暖かくなってからとかだったら、ね、動きやすいのかなと思いましたけど、前回のね、遼寧省も大体真冬に行ってましたんで、同じこと多分言ってたと思いますけど、この中国の東北地方っていうのはすごく寒いですから、日本よりも多分寒いと思います。今日も1日ね、氷点下より上がることはなかったと思います。ずーっとマイナスの気温で、最高気温でもマイナスみたいな感じだったんで、凍えましたけど、でも見どころもあって、思い出に残りましたんで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんよろしければですね、コメントの方書いていただいて、感想とかね、実はこうなんだよ、違うよみたいな、参考になるようなコメントをいただければ嬉しいなと思います。あとチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。はい、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。今回はこんな感じで、旧満州国の首都だった新京、現在の長春市に滞在してみました。最後にちょっとした豆知識を皆様に紹介すると、今回動画の中で取り上げた満州の初代皇帝で中国王朝秦国のラストエンペラー溥儀が病気で亡くなる前に最後に食べたいものは日本の日清食品のチキンラーメンだと言ったそうです。実はその日清食品という日本では知らない人がいないぐらい有名な社名は日本国の日と秦国の秦から由来され名付けられたそうです。旧満州で生きた溥儀の中でもチキンラーメンは特別な思いがあったのかもしれません。旧満州国エリアは現在の日本人にとっても非常に興味深いことが多い街なので、個人的におすすめな旅先だと思います。タイミングが合えばぜひ訪れてみてください。ご視聴ありがとうございました。